ヒーローが全滅し、オール・フォー・ワンを止める者が誰もいなくなってしまった。僕のヒーローアカデミア、オール・フォー・ワンを止めるのは誰だと思いますか？オールマイトしかいない。ということで今回はヒロアカ386話アイアムヒアの解説とオールマイトの最後について考察をしていこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。オールマイトの最後はどうなってしまうのか、あなたの考察をコメント欄で教えてくださいね。それでは行ってみよう。まずは前回のおさらいをしていきましょう。385話はオール・フォー・ワン無双だったよね。巻き戻しの個性で肉体が若返り続けるオール・フォー・ワンは信楽と村の肉体を完全に乗っ取るために信楽とデクが戦っている関東へ向かおうとするところを全解放ダークシャドウ、武装マウントレディ、反抗期ギガントマキアが足止めしていましたね。ヒロアカ作中でも最強個性が揃った大怪獣バトルだよ。巻き戻しの個性の影響でどれだけ致命傷を与えても自動的に回復してしまうオール・フォー・ワンに対し叩き続けることでその場に止めようと奮闘するマウントレディとダークシャドウでしたが、個性の力を最大限引き出せるようになったオール・フォー・ワンは一瞬でマウントレディとギガントマキアを打ち倒し、極大レーザーでダークシャドウを消し飛ばしました。個性って身体的特徴の一部って設定じゃなかったっけ？一瞬のうちに形勢逆転したオール・フォー・ワンはホークスの強欲を奪い、常闇のダークシャドウをも奪おうと近づきますが、瀕死のミネタが奪うならオイラの個性を持っていけと立ちはだかります。最初の頃は怖くて震えていたミネタがオール・フォー・ワンに立ち向かうなんて。肉体が巻き戻り続け最終的に消滅してしまう運命にあるオール・フォー・ワンは1分1秒が惜しいとつぶやき信楽の元へと急ぐのでした。なんか若返るにつれてむちゃくちゃ強くなっていってない？信楽と融合した関係で信楽と村の放つ憎しみの感情がオール・フォー・ワンの肉体にも作用しているようで、若返れば若返るほど怒りや憎悪の感情があらわになる描写が描かれ、劇場に身を委ねるほどに個性の潜在能力を引き出せるようになっているとオール・フォー・ワンは語っており、もはや全盛期を超える圧倒的な強さを手に入れてしまいました。無敵だし個性も強すぎるし、もう絶対勝てないでしょ。そして386話は前回から引き続きオール・フォー・ワンの動向を追う司令部から始まります。信楽のいる関東方面に向かって超スピードで移動しているみたいだね。ホークスをも超えるスピードを手に入れた上に本来持っていたドロワープの個性も相まって、もはや誰にもオール・フォー・ワンを止めることができない状況で、さらに悪い知らせが司令部に届きます。悪い知らせはもうやめてよ。オール・フォー・ワンが飛び去った後も群訝山荘で戦い続けていたダビとエンデバーでしたが、ダビの体内の温度が上昇し続けており、間もなく臨界を迎えるという絶望的な状況です。臨界を迎えるって大爆発するってこと？火力を上げ続ける才能に恵まれていたダビは轟ショウトと戦ったことで力をため、爆発的な破壊力を生み出す核灼熱剣輪を習得。核灼熱剣輪の技術を応用し熱を体内に溜め続け、一気に解放することで自分もろともエンデバーやその他大勢を道連れにしようとしていたことが判明します。初めからダビは自爆してエンデバーを道連れにするつもりだったんだね。さらに轟家が乗った避難シェルターがダビの爆発圏内に入った状態で停止してしまい、もしダビが爆発すれば轟家やマセガキ将の子供たちもろとも豪華に焼かれることになってしまう状況です。絶望展開が重なりすぎだよ。ダビの本当の目的が判明し、家族の危機が迫っていることを知った轟ショウトでしたが、デクの元に迫るオール・フォー・ワンを迎え撃つべくできることをやらなきゃと立ち上がります。本当はダビを止めるために群訝山荘に駆けつけたいけど、オール・フォー・ワンと戦えるヒーローは自分しかいないから本当の気持ちを押し殺しているんだね。悔しさをかみしめ苦悶の表情を見せる轟のところにオールマイトから通信が入り、みんなを安心させるために飯田と一緒に群訝山荘へ走れと伝えられた2人は、ダビを止めるため、そして逃げ場を失い迷子になった避難民を救うため全速力で群訝山荘へとかけていきます。迷子の手を引く本物のヒーローインゲニウムに飯田くんが追いついたんだね。群訝山荘に向かいたい気持ちは大きいものの、
オール・フォー・ワンを阻むヒーローがいなくなることを懸念する轟でしたが、強力な助っ人が控えているから大丈夫だと笑うオールマイト。その言葉を信じて上の句を後にした轟と飯田でしたが、強力な助っ人などいるはずもなく、オールマイトは一人オール・フォー・ワンの元へ向かいます。もう戦えるヒーローなんて残っていないよ。死柄木すら超える力を手にしたオール・フォー・ワンと、個性も失い、もはや何の力も残っていないオールマイト。万に一つも勝ち目がない無謀な戦いに挑むオールマイトを必死で止めようとする塚内警部でしたが、ホークスからオール・フォー・ワンは負の感情を増大させているという情報を得ていたオールマイトは、たとえハムシ以下の力しかないとしても、自分が目の前に現れれば必ずオール・フォー・ワンは立ち止まると確信し、たった一人でオール・フォー・ワンを迎え撃ちます。ということで、ついにオールマイトとオール・フォー・ワンの一騎打ちが開始された386話でしたが、今後の展開について考察していきましょう。注目ポイントとしては、ステインの動向、オールマイトが持っていたサポートアイテム、サーナイト愛の予言の3つです。ステインは飯田くんと絡みがあると思ったけど、ステインに気づかずに群馬山荘へ走っていっちゃったから、結局会うことはなかったね。ステインと初めて会った時の飯田は、兄の仇討ちのことしか考えていなかったため、私利私欲で動くやつはヒーローじゃないという理由で、飯田はステインにヒーローと認められませんでした。しかし、今の飯田天也は親友の轟や助けを求める人のために行動できる真のヒーローに成長したため、ステインも飯田のことを認め、手を出さなかったと思われます。ステインも飯田くんの中にオールマイトのかがり火が宿っていたことを感じ取ったんだね。飯田たちを見送ったステインは、おそらくオールマイトの元に駆けつけ共闘すると考察しています。オールマイトとステインが共闘したら激アツ展開すぎるよ。どんな傷を負っても巻き戻り続ける無敵のオール・フォー・ワンの前では、たとえスターが生きていたとしても太刀打ちできないでしょう。しかしステインの個性、凝結は血を舐めた対象者の肉体を硬直させ行動不能にする、一見すると大したことない個性が今のオール・フォー・ワンにとって最大の脅威になるのは間違いありません。1分1秒が惜しいオール・フォー・ワンにとっては行動不能系の個性が一番厄介だよね。でもさ、ステインって肉弾戦重視の戦い方だから、オール・フォー・ワンに近づく前にやられちゃいそう。上の句で姿を潜めていた時、ステインの傍らにはジェットグライダーのような機械がありました。おそらくスパイダーマンに登場するヴィラングリーンゴブリンのようにグライダーの上に乗って縦横無尽に飛び回ることができる機械だと思われますが、それがあればオールマイトと共に空中戦を繰り広げることも可能です。空飛ぶステイン、絵面が怖すぎるよ。でもさ、オールマイトは無個性になっちゃったから空中戦はできないんじゃない？実はオールマイトが空を飛ぶ伏線がジャンプ本誌の巻末作者コメントで示唆されていたことに気づきましたでしょうか。作者コメントって毎回作者の近況報告みたいな一言が載っているところだよね。386話が掲載されたジャンプ本誌の堀越先生のコメント欄には一言、マーク5が好きなんですと書かれています。マーク5って何のこと？マーク5とはマーベルスタジオの大ヒット映画アイアンマン2に登場するアイアンマンスーツ5号機のことで、このマーク5はアタッシュケースの形をしていて、トニー・スタークが手を突っ込むとスーツが全身に覆いかぶさりアイアンマンに変身するという仕組みになっています。386話の最後のコマでオールマイトが持っているアタッシュケースと車が変形し、オールマイトに装着していっている様子を見ると、堀越先生のマーク5が好きというコメントのシーンはオールマイトがアイアンマンのようにヒーロースーツをまとって戦うということを示唆しているのではないでしょうか。オールマイトは無個性だけど戦闘経験はピカイチだから、アイアンマンスーツがあれば戦えるかもしれないね。オールマイトがアイアンマンスーツをまとい、ステインがグライダーで飛び回るド派手な空中戦が繰り広げられる可能性は非常に高いと思われます。でもさ、どんなにサポートアイテムで強化されても今のオール・フォー・ワンに勝てる気がしないよ。そうですね。たとえどんな装備があったとしてもオール・フォー・ワンに勝つことはできないでしょう。誰かヒーローが来てくれないと、サーナイト愛が予知したようにオールマイトがひどい死に方をする未来が実現しちゃうよ。ここからは独自の考察なのですが、オールマイトの生産なしというのは間違いなく現実になると思います。ね、オ
オールマイト死んじゃうの？誰かヒーローが助けに来るとかじゃないの？オールマイトは確実に死にます。そしてむごたらしく悲惨な最後を迎えることは確実だと考察しています。最悪な考察だよ。なんでそう思うのさ？まず第一に、どう考えてもオールマイトとオール・フォー・ワンの間には手も足も出ないほどの戦力差があります。ぶっちゃけ勝てそうもないけどさ。でもオール・フォー・ワンも怒りっぽくなってるから、わざと煽って時間切れを狙うとかかもしれないじゃん。確かに憎しみの感情が宿ったオール・フォー・ワンを揺さぶり隙を作ることはできるでしょう。しかしそれでも圧倒的戦力差を埋めれるはずもなく、最弱の無個性になったオールマイトとただの殺人鬼のステインが協力したところでオール・フォー・ワンに勝つことは不可能です。そんなオールマイトが死ぬ未来は変えられないのかな？作中でもオールマイトの死はかなり前から匂わされていますが、公式ファンブックでも堀越先生はオールマイトの最後について言及しており、ヒロアカアニメのキャラデザと総作画監督を務める和越氏との対談で、オールマイトの未来は悲しいものになってしまうと語っています。堀越先生の中でもオールマイトの最後は悲惨な死に方をするのが決まっていたんだ。絶望展開が続く最終決戦でオールマイトが殺されてしまったら、少年漫画史の記憶に残る鬱展開になることは間違いありません。オールマイトが死んだら立ち直れない気がする。しかしオールマイトを死の運命から救う、厳密には死の運命のさらに向こうへ行くための最後の希望がまだ残っています。最後の希望って結局何なのさ？それは千咲海の存在です。千咲ってオーバーホールのこと？なんで千咲が最後の希望なの？ヒロアカ終章の序章でもあるレディーナガン編で再登場を果たした千咲でしたが、その後の動向は明かされておらず、最終決戦でも未だ千咲の存在は確認されていません。確かに意味深に再登場したくせに全然出てこないよね。オール・フォー・ワンがエリちゃんの巻き戻りの個性を使ったように、シエ8歳改編というのはヒロアカのラストに直結する最重要なシリーズだったのにもかかわらず、未だにシエ8歳改について何も伏線回収がされていないのは違和感を感じませんか？エリちゃんも千咲もどこで何しているかわからないけど、千咲とオールマイトの死がなんで関係あるのさ？それについては千咲の個性、オーバーホールを改めて知る必要があります。簡単に言うと分解と再構築ができる錬金術みたいな個性だよね。作中でも屈指のチート個性であるオーバーホールは、人間を融合させたり地形を変化させる強力な個性です。しかしこの個性の進化はもっと他にあります。それは死者を復活させることができるという点です。死者復活ってチートすぎるでしょ。作中で千咲はエリちゃんもろともミリオを殺そうとした際、すぐに修復すれば蘇生できる、原型をとどめていなくても元通りに直せると語っています。原型をとどめていなくてもって、まさか。そう、千咲の個性オーバーホールがあれば、サーが見たオールマイトの凄惨な死という未来を実現した後にオールマイトを蘇生することができるということです。その展開は激アツすぎる。例えばこんな展開はどうでしょうか。オールマイトがアイアンマンスーツを身にまといステインと共闘するもオール・フォー・ワンにはかなわず、ステインは重傷を負い、万策尽きたオールマイトはオール・フォー・ワンの手によって凄惨な死を迎えてしまいます。オールマイトの衝撃的な死に全世界がどよめき、希望の光を失いかけたその時、オールマイトが言っていた強力な助っ人としてシエ8歳会が乱入、千咲がオールマイトを蘇生し復活。そこに正気を取り戻した白雲と相沢たちが現れ、ワープゲートで世界中のヒーローたちを召喚。オール・フォー・ワンとオールマイト率いる世界ヒーロー連合の最終決戦が始まる。白雲のワープゲートで世界中のヒーローたちが集結したらめちゃくちゃ盛り上がるよね。マーベルファンを公言している堀越先生なら、アベンジャーズエンドゲームの最終決戦をオマージュする可能性はかなり高いと思います。オール・フォー・ワンはオールマイトと世界中のヒーローが戦って、信楽と村はデクと A 組全員で戦うラストが一番盛り上がりそう。ということで今回は386話「I am here」について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら、信楽とデクの最終決戦の考察動画も出そうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ